チーズ違うか。こんにちは。こんにちは。今日は何をするんですか？今日はこの前荷物紹介の動画を上げたんですけど、それに引き続きだね、これ持ってきてよかったなーって思ってるものランキング、おすすめのおすすめだね。荷物ランキングをそれぞれベスト3を考えてきましたね。もう絶対これは必要というか、洋服とかメガネとかそういうものっていうよりかは、これで意外と大事だったなっていう系だよね。あってよかったなっていうものを紹介していこうと思います。あと最後には逆に持ってくればよかったものとか、持ってきたけどいらんかったなっていうものとかについてもちょっと触れていこうと思います。はい。じゃあまずアンヌちゃんからいく？じゃあアンヌちゃんの第3位はじゃん。そうだし、イエーイ私たちは特にワークアウェイとかカウチサーフィンをすることが多くて、日本料理を振る舞うことが多かったからこれがランクインした。醤油とこの鰹だしがあれば日本食の幅が広がるなっていう感じ。醤油っていうのは割とここでも手に入れられるなっていう感覚、けど鰹だしっていうのはなかなかなくて、あっても高いしね。そう、これがあったら肉じゃがとかだし巻きとかね。そう、だし汁作れたりとかので第3位です。結構興味持ってもらえるしね、これ何のパウダーなのみたいな。醤油は結構みんな知ってるし、たまに使うっていう人もいたりするけど、鰹だしは独特の風味になるっていうところがすごい高評価だったので良かったです。はい、3位はこちらです。ポータブル測り機。これも必須じゃないんだけど何回か使った、今私たちはメキシコから機内手荷物で旅をしてる、詳しく荷物の動画は、こちらだけどそれより前はずっとカンサが12キロ、私が7キロぐらいのバックパックを背負って旅をしてて、私の7キロバッグは基本常に機内手荷物で持ち込めるようにしてた時とかに、でもカンサのは12キロで7キロっていうカンサにちょっと重さが負担しちゃうから、普段は私のバッグの方にもカンサの分の荷物を詰めたりしてて、でも飛行機に乗る直前には私のは7キロ以内にしなきゃいけなかった時とかに、今何キロぐらいかなみたいなので測って調整したりとかしてました。そこまで厳密に測ってって言われたことは正直ないし、もう結構なんかガバガバだなって思うことはあるけど、追加ですごい大きい額を請求されたりしたって話も聞いたりしたから、なんかあっても大丈夫だよっていう安心材料のために持ってきてよかったなって思ってます。すごい軽いしね。では続いて第2位はこちら自分で言うスタイルトラベルシーツです。旅をする前に持ってくるかどうか迷って、で結果大活躍でした。何回も使った、何回も使った。ホテルとかホステルとか清掃が行き届いてないとか、ダニとかトコジラミとかそういうのがちょっと心配な時にシーツの中に入って眠ったら結構安心して眠れる。私たちはナイロン製のものを買って、トラベルシーツって結構店舗とかで見に行くとシルクのもの、軽くて素材も良くて防虫効果とかもあったりしてだけど、でもめちゃくちゃ高くて迷った結果、そのネットで比較的軽めっていうものを見つけて、これ結構洗濯機とかで丸洗いもできるので、すごい便利でした。はい、概要欄に多分貼ってありますじゃあ第2位どうぞ。はい、こちらです。折り紙です。これもまたカウチとかワークアウェイをした時にホストの方へのお土産っていうところとかで大活躍したアイテム。お土産は100均のダイソーとかで消しゴム買ったりお箸買ったりいろいろ持ってきたよね。だけどこれが一番万能だし興味を持ってもらえると思ったので第2位にランクインさせました。俺らが作ってきたものとしては箸置きをそれで作ったりとか、割り箸入れを作ったりだとか、ブルガリアではバラが有名だからバラを折ってあげたりとか、例えば侍が好きって言われたら刀を折ってあげたりとか、メキシコではこれで一緒に折り紙講座をねでやってあげたりとか、そういう時間を一緒にするとか、その国に合わせて何かプレゼントできるっていうものとしてすごい大活躍したかなって思ってます。この柄がいいよね。柄がいい。折り紙はみんなどこの国の人も経験したことがあるって言ってたけど、この和柄がすごい素敵ね。いつもなんか絶対それなんか特別な紙なのみたいな聞かれて、じゃあ最後第1位、アンヌちゃんの念願のもう見えてますはい、これは私たちは途中で
購入しました。超おすすめアイテム。そうね。すごい使うことが多かった。これに助けられることが多かった。まあ最初もちろん東南アジアから入ってスリランカ、インドって旅してた時はもちろん水道水とか飲めないし、ペットボトルの水買ってそれでいいかなって最初思ってたから持ってこなかったんだけど、ヨーロッパに入ってから水道水が飲める国とかも結構あったりして、そういうところでは水をわざわざ買わずにっていうところがあった。であともう一つすごい良かったのが、飛行機乗る時とか水の持ち込みができなくて、水筒があったらその保安検査場の後に水を汲める場所とかがあったりして、空港のめっちゃ高い水を買わずに給できるっていうところで良かったなっていう感じ。だけどちょっと満足してないんでしょこれ。そう結構これはハンガリーの中国マーケットで買ったアリババで100円ぐらいで売ってるやつを1500円とかで買ったんだけど、それこそ日本だったら安く品質がいいやつを買えたなって思ったりとか、保温機能ついてたらホットウォーターがホットウォーターっていうとなんかちょっと海外かぶれるそうお湯お湯とかをプッとできるんだよね。そうお湯を入れられる環境があったら、その保温機能のやつにお湯入れといて外でサンドイッチ食べながらそのコーヒー入れたりとかすごいいいなって思って、けどでも全然保温機能なくても十分大活躍したので、おすすめナンバー1です。じゃあカズさんの1番。はい、こちらです。おなじみですかね、もうネックレスマウントです。おなじみですこのアクションカメラ今撮ってるもので YouTube の動画とかも撮影してるんだけど、ここにねいつもカチャってはめて撮ってます。日本で最初試し撮りした時はこれちょっと目立つし微妙だなって思ってたんだけど、やっぱり海外の街歩きっていうところをする時のこの両手がフリーになった上で撮れるっていうところの安心感っていうのはもうすごいな。本当に重宝して一回壊れたんだけどドイツで買い替えて使ってる感じです。ここにつけててもやっぱりその目立つは目立つから危ないよって指摘されることもあったので、こうやって洋服の下にね隠すっていう使い方をしてて、隠せるっていうところそうがね、上着とか着た時に隠せるっていうところが便利だなっていう。カメラも結構高価なものだからね、狙われやすい貴重品だから新たに身につけてられるっていうのがいいよね。では出揃いましたね、3位まで。そのランク外になっちゃったけどちょっと触れておきたいものがいくつかあるので、それについて話します。まず1点目がこちら。これはネックピローです。こうやって膨らませるタイプの。アンズはもともと持ってきてたんだけど、これは持ってきてなくてあんまりありがたさをね、これは感じたことがなかったんだけど、長時間バスとか飛行機とか乗るタイミングでなかなかこう首が安定しないなってそういうためのものなんだけど、そのありがたさをね感じ始めて探しはったんだけど、なかなかいいのが見つからない。アンズのは日本の300均で買ったポンプ式のやつでね、めっちゃ頑丈で、これは1回ハンガリーで買った2000円ぐらいのものは一瞬で破けて、でこれはまたリトアニア買い替えたんだけど、これは今使えてるけど、これも1000円以上したから、日本から持ってくればよかったなっていう、そうだね、折りたためるっていうのがやっぱり一番大事なポイントだったから、といった方が良かったなっていうものですね。はい、続いてはこちら、折りたたみハンガー。これも迷ったんだよね、持ってくるかどうか。実際に T シャツとかは乾きにくいから、ハンガーがあるとすごい乾くから使ってて、なくても乾くけど使いたくなるタイミングが何回かあったなって感じ、なんだけどホテルでねカズさんが忘れてきてカズさんがカズさんが忘れたらしいです。置き忘れちゃって、でそこからずっと探してた。ダイソーも探した、海外の。でもなくて、サントリーニ島で友達に会った時に日本から輸入してもらって、これは海外では見つからない。欲しい人は日本から持っていくべきだと思います。であと針と糸を使ったなっていうもので、靴下とか破けた時にちょっと縫えたりとか、今俺洋服が3着4着ぐらい破きまくってて結構使ったよね。あともう一つ使い方として、お世話になった人とかにお礼の品をあげる時に、私たちは手まりを作って、これがコットンと針と糸があればできる。作るのに時間かかるけど、私たちも初めてやってみてね、 YouTube 見ながら、割といいものはできたし、あなたこう巻いてただけですけどねそうね、カズさんが作ってくれる。
そうだけどすごい喜んでくれて、日本の伝統工芸品みたいなのをしかも手作りで渡せるっていうのが、これがちょっとベストお土産になったので、ちょっと針と糸を紹介しました。でも一回インドで取られちゃったから、内手荷物だけで行くっていう時はリスクが高いアイテム。最後こちらです。こちらガムテープをぐるぐる巻きにしたやつで、これも何回か使うタイミングがあったよね。やっぱ落書きになってしまったのはあんまこうやって解決できたことも少ない。食品を止めたりとかね、お菓子とか、ああそうね、開封し食べかけのお菓子とか、意外とこういうテープみたいなものが結構便利だったりしたね。以上です。はい。で続いて、今持ってなくて持ってくればよかったなって思うものが、これから買おうか迷ってるものでもあるよね。まず1個目は靴。いい靴でしょ。あ、そう、いい靴。トレッキングシューズ。そう、トレッキングシューズっていうのも、私たちは結構安いスニーカーを履いてきてしまって、一回結構もうそこが抜けちゃってる2人とも。メキシコで修理屋さんで縫ってもらって今も使ってるんですけど、すごいボロボロになっちゃって、山歩いたりとかちょっとハイキングしたりとか、ずっと歩くよね。そうだね、歩くんだよね。歩くことがやっぱり多いから、靴にはお金をかけて、歩きやすい、一番自分にフィットする靴を選んでくればよかったなって思ってます。で次が懐中電灯。はい。これはこれまでも持ってきてなくてなんとかなったけど、停電が起きることとかもあったから、そういう時に、携帯のライトは充電がなくなっちゃったら終わりだから懐中電灯とかあったら安心だなっていう、発電式のこう手で回せる軽いやつとかがあればいいなって。実際にこの前朝ちょっとまだ暗い時に登山した時とかもレンタル屋さんで懐中電灯くれたり、そういうタイミングで使うこともあったから、どっかであったら買おうかなって迷ってるものです。であとは食品系の追加、この出汁はすごいいいんだけど、これ以外にもね、おすすめなものとしては塩昆布と切り干し大根かな、餅とかこれはちょっと重さにもよりけりかもしれないけど、海外では売ってないちょっと料理の味の足しになるもの、鰹節とかね。一回ねメキシコに3ヶ月も滞在したから、そのタイミングで俺の親になんか荷物送るよって言ってもらえて、そこら辺の品物をね頼んだらまさかの届かないっていう、メキシコの国境管理局に廃棄されてしまう。とても残念だったんだけど、できたら面白いなぐらいかな。そうだね。重いからそんな持ってこれないとは思うけど、あとはコンタクトレンズも一回そのハンガリーでね1年持たなさそうだなっていうことが発覚して、ホストの方に手伝ってもらって買い足したんだけど、アンズのがちょっと特殊なレンズだったからすぐには手に入らなくて2週間ぐらいかかるから、その間にヨーロッパをぐるーって回ってハンガリーに戻ってこなきゃいけないっていう制約が生まれちゃったりしたので、コンタクトみたいなすごいその人に特化した何か日本から持ってくればよかったなって思います。あとは手袋ですね。これは前半はずっと暑い旅をしてたから、全然必要なかったんだけど、南米に入って例えばパタゴニアとか、あとはウユニ塩湖とかそういうとこ行く人は、もしかしたらちょっと気温が寒いから、ここら辺はもうウルトラライトダウンとヒートテックとみたいな重ね着すればなんとかなるんだけど、手だけはどうしても今守れてない状態だから、そういう露出部分を隠すような何かっていうものはあってもいいのかなと思っています。以上ぐらいですかね。はい。では最後に、持ってきたけど今持ってない、メキシコに置いてきた、つまりはいらなかったものたちの紹介についてです。まず一つ目はドライヤー。ドライヤーはこれは行く前から迷ってて、俺の友達に相談した時もいらないよって言われたんだけど、持ってきたんだよね、一応変圧器付きのドライヤーを。だけどいらないというか、そうなくてもよかったな、持ってた時はもちろん毎日使ってたし、洗濯も乾かない時とかにドライヤーがあったらめっちゃ便利で、めっちゃ使ったアイテムではある、だけどなくても大丈夫だなっていう結構重いから、その重さに見合わない価値っていうものかなと思いました。であとは大判タオル、私たちは大判タオルと小さいタオルを1セットずつ持ってきてた、合計4枚持ってきたんだけど、大きいタオルはどんな安いホステルとかゲストハウスとかでもタオルは用意してくれてるから、例えば海とかプールとか行く時にそういうちっちゃいタオルがあればそれだけで十分だなって、続いては
予備関係かな。予備もいろいろたくさん持ってきてたんだけど、さっき私たちが日本で買えて持ってくればよかったっていうもの以外は基本的に現地で買える。そうだね。だから歯磨き粉とか、コンタクト保存液とか、歯ブラシとか。歯ブラシもいっぱい持ってきてたね。私は生理用品がすごい心配だったけど、基本どこでも手に入れられるから、そんなに大量に持ってこなくてよかったなっていうところとか。はい、続いては偽のスマホ。だけどこれもいらなかったなって思っていて、なんかこう強盗とかあったりした時に差し出せるようで持ってきたんだけど、偽のスマホを常に携帯して常に本物のスマホより取り出しやすい位置に入れといて、充電をフルにしておいてみたいな、そういう管理ができなかった俺らの場合は、それよりかは日頃からのね危機管理というか、街歩きする時間帯とか場所とか、そういうところを気をつけて、襲われたらもう全部出すみたいな割り切りをした方をするのが一番かなと思ったので、偽のスマホはもう今持ってません。で、あとはやっぱりバックパック、俺は最初60リットルのものを持ってきてたんだけど、飛行機に乗る時には預け入れの方に回してたんだけど、自分の目の届く範囲にバッグがあるっていうところの安心感だったり、街を歩くタイミングでのいつでも走れるよみたいな身軽さっていうところって、この旅行する上ですごい大事だなって思ったので、もちろんね、この旅の目的とかスタイル、スタンスによっては大きいバックパックになることもあると思うんだけど、できるだけやっぱ機内持ち込みできる一つのバックパックっていうところで収めるところのメリットってめっちゃ大きいなっていうのを痛感しています。あの60リットルのバックパックも僕たちにとってはちょっとトゥーマッチなものだったのかなと今は感じてます。もう今のバックパックでいっぱいいっぱいだからお土産は買って帰れないっていう状態ではあるけど、普段その旅をするっていうその生活面とかに関して今持ってるバックパックで全然十分、何不自由ないくらい生活ができてるなっていう感じなので、ロストバゲージとかの心配もあるし、預け入れにすごいお金がかかっちゃうっていうところもあるし、すごくメリットが大きいかなって、そんな感じですね。ということでここまで話してきました。旅をして今もう10ヶ月経つけど、行く前には感じてなかったものに価値を感じたり、行く前に価値を感じたものに感じなくなったりみたいな変化がありましたね。ということで少しでもバックパック準備とかの参考になればなと思ってます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。